はい、どうも藤井です。今回紹介するのはこちらです。ザ・スミス Meat is Murder です。で、実はこのザ・スミスを動画にするか迷っていたところがありまして、でも1980年代のイギリス好きとしては避けては通れないバンドなので、ここは意を決して取り上げることにしました。大好きではあるけれど、どこか苦手意識のあるバンドです。その辺は、おいおい喋っていきますね。はい、このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを順を追って、時々寄り道をしながら紹介していきます。ザ・スミスは1983年にデビューしたイギリスのロックバンドです。ポストパンク、ニューウェーブの波が落ち着いてきた時期に頭角を現し、80年代後半のイギリスを代表するバンドになりました。メンバーはボーカルモリッシー、ギタージョニー・マー、ベースアンディ・ルーク、ドラムスマイク・ジョイスの4人です。ザ・スミスは1982年にイギリスはマンチェスターで結成されます。中心人物はボーカルのモリッシーとギターのジョニー・マーで、モリッシーはアメリカのロックバンドニューヨークドールズの大ファンで、ファンクラブを作り会報を発行していたそうです。それをジョニー・マーも読んでいて知り合ったみたいですね。モリッシーとジョニー・マーの2人で始まったザ・スミスは、オーディションでマイク・ジョイスが加入。以前ジョニー・マーとバンドをやっていたアンディ・ルークが加わり、地元マンチェスターで評判になっていきます。1983年5月にはインディーズレーベルのラフトレードからシングルハンド・イン・グローブでデビューします。この時代のイギリスはポストパンクの流れが落ち着きつつあり、メジャーシーンではニューウェーブ系のバンドが隆盛を極めていました。シンセなどの電子楽器や録音技術の発達などで斬新なサウンドが次々に生まれ、いわゆる80年代的なきらびやかなイメージのアーティストが活躍していましたが、ザ・スミスは時代と逆行するようにシンプルなギターサウンドとどこかノスタルジックで美しいメロディー、そしてモリッシーの書く内省的でリアリティのある歌詞で支持を集め、1984年に発表されたファーストアルバムは全英チャート2位にまで上がるヒットになりました。同じ年にスタジオライブとシングル曲を収録したハートフル・オブ・フォローを発表。こちらはファンの間で人気の高いアルバムですね。そして1985年にはオリジナルアルバムとしてはセカンドになる Meat is Murder を発表します。このアルバムは全英チャートで1位を取っています。サウンド的にはデビュー時から一貫しているクリーントーンやアコースティックな音色を主体としたギターサウンドに、美しいけれどどこか屈折した印象を受けるメロディー、それを歌うモリッシーの歌唱法も独特のものがあります。それに加えてこのアルバムではロカビリー調の曲、ファンキーなリズムの曲など曲調のバリエーションも広がりました。では、特に印象的な曲を紹介していきますと、1曲目 The Headmaster Ritual。 軽快に始まるアップテンポのフォーキーなロックですが、メロディーコード進行など、一筋縄ではいかなそうな不穏さを感じさせます。歌詞はモリッシーが高校時代に実際に受けたという教師からの理不尽な暴力について歌われています。個人的に歌詞はともかくとして曲としてはザ・スミスの中でも 1,2 を争うほど好きな曲ですね。2曲目ラシオーム・ラフィアンズ。ロカビリー調の曲ですが、どこか浮遊感のある不思議な雰囲気を醸し出しています。5曲目 That Joke Isn't Funny Anymore。 後にシングルカットされた曲です。
ゆったりとしたテンポで物憂げなメロディーが美しいです。そこで歌われているのはちょっと辛辣で痛い感じのする歌詞ですね。これも非常に好きな曲です。6曲目 How Soon Is Now。 この曲は先行して発売されていたシングルの曲で、イギリス本国版の LP には収録されていませんが、 CD や日本版 LP には収録されていました。ザ・スミスでは珍しいエフェクティブなギターサウンドが印象的です。最初に聴いた時はこの曲が一番好きでしたね。9曲目 Barbarism Begins at Home。ファンキーでダンサブルな曲で、ベースラインがかっこいいです。で、歌われているのは家庭内暴力についてで、同じ歌詞が必要に繰り返されますね。で、モリシーのなんか悲鳴のようなヒッっていう声がすごく耳に残ってしまいます。10曲目、最後はタイトル曲 Meat is Murder です。不穏な SE と牛の鳴き声から始まるなんとも陰鬱な曲です。菜食主義者であるモリッシーがタイトルの通り、動物の肉を食すことは虐殺と同じだと歌います。ラストも牛の鳴き声で終わっていき、何とも言えない後味の悪さが残りますね。以上が自分の印象深かった曲です。はい。で、自分がこのザ・スミスを知ったのは、この Meat is Murder が出た時期の雑誌 FM 情報誌だったと思うのですが、その雑誌の記事で今一番イギリスで話題になっているバンドだというふうに紹介されていて、それで聞いてみたくなって、これを当時はアナログ版でしたけど、これを音は聞いたことがなかったんですけど買ってみたんですね。しかし当時の自分はまだ、YMO とか洋楽ではデペッシュモードとかが好きだった時期なので、こういったアコースティック寄りのバンドサウンドはピンとこなかったんですね。第一印象ではちょっと昔っぽいバンドかなといった感じで、それでしばらく放置してたんですけど、それから後に、自分で楽器を始めたりしてバンドを、友達と組もうとか、している時に、ふとこれを聞いてみると、めちゃめちゃいいなってなって、それからしっかり聴くようになった、そういった経緯があります。そうして聴き込んでいくうちに、キラキラっとしたみずみずしさ、それとイギリス的なちょっとひねくれたような攻撃性のようなもの、そういったところに惹かれていきました。で、冒頭でも言ったようにザ・スミスを動画で取り上げるのを迷っていたところがあるんですよね。で、というのも、ザ・スミスというバンドは歌詞が非常に重要なバンドだと思うんですよ。それで自分はどちらかというとサウンドについて紹介するのが得意だと思っていて、ある程度意識して曲とかサウンドに重点を置いて喋っています。で、歌詞の良さを伝えるっていうことにちょっと苦手意識があるんですね。しかもザ・スミスの歌詞というのは結構強烈なところもあって、モリッシーのパーソナルな部分や社会に対する攻撃性がどんどん出てくる、簡単に言うと結構重い歌詞に感じるんですね。それが自分の感性とがっちりハマって共感できればいいんですけど、自分はこの大役の歌詞とかを読んでいて、すごく好きな歌詞もあるし素晴らしい詩だなと思うのも結構あるんですが、どこか共感できない、壁のようなものを感じることも結構あるんですね。なので、自分は手放してザ・スミスが大好きですとは言えない、ちょっとモヤモヤした感情があるんです。他の洋楽だと歌詞の内容とか関係なく曲だけで好きだと言える、そういうアーティストも結構いるんですけども、ザ・スミスに関しては、モリシーという人と彼の書く詩というものが非常に大きなウェイトを占めているんじゃないかなと、そう思ってます。自分の場合そこに強い思い入れがあるわけではなく、逆にちょっと弾かれるような時もあって、
自分なんかがスミスを語って良いのかなというちょっと腰が引けている心情っていうのがあるんですね。でもそこは割り切って曲が最高にいいとかジョニー・マーのギターがいいっていうだけで喋ってもいいんですけど、でもいざやってみるとなるとやはり歌詞の話にはなりますね。で、その後のザ・スミスですが、翌1986年に名作と言われているサードアルバム The Queen is Dead を発表。非常に高い評価を得ますが、その後のツアーあたりからメンバー間がギクシャクし始め、1987年にフォースアルバム Strange Ways Here We Come、こちらを制作しますが、発売の一月前にジョニー・マーが脱退、続けてマイク・ジョイスも脱退し、結局アルバム発売前にはバンドは解散してしまいました。解散後、モリッシーはソロシンガーとしてキャリアを重ねていきます。ジョニー・マーはニューオーダーのバーナード・サムナーとエレクトロニックを結成したり、その他にもザザやモデスト・マウス、ザ・クリプスといったさまざまなバンドにギタリストとして参加しています。ザ・スミスというバンドは5年間という短い活動期間でイギリスで絶大な人気を得ましたが、他の国ではそこまででもなかったため、非常に英国的なバンドと言われています。またモリッシーのキャラクターで好き嫌いが分かれるバンドだとも思いますが、自分は今回聞き直してみて、シンプルに綺麗なメロディーを持ったロックンロールバンドとして大好きなバンドだなと言えるようになったかなと思います。はい、というわけで今回はザ・スミス Meat is Murder を紹介しました。このチャンネルでは今のところは、80年代のイギリスとか日本のバンドを中心に紹介していますが、もうそろそろ90年代のものもやろうかなとは考えています。よろしかったら他の動画も見てやってください。はい、ではご視聴ありがとうございました。